はい、皆さんこんばんは。 iPhone 発売後1日レビューやっていきます。ギリギリセーフ。モックさん、アマさんこんばんは。ちょっと今日の話題はiPhone 17 Pro Air 1日使用レビュー。プロのやばすぎるゲーム性能と Air のスピーカーについて正直めちゃめちゃ感動してますね。やっていきます。ちなみにね AirPods Pro 3もちょっとしばらく使ってみました。まだ外出てないんだけどね、結局あれから。だからちょっと家の中での音楽聴いた感想とかになるけど、まあその辺をやっていこうかなっていう感じです。今日はちょっとこんな感じで俯瞰映像でやっていこうかな。ちょっと待ってね。コメントも表示するか。バッテリー持ちが一番気になる。なるほどね。モックさん、アマさん、またたびさん、しみひろさん、せいやさん、ポテンさん、こんばんは。エアーのレビュー実際どんなもんか知れるから楽しみ。じゃあまずエアーからやっていきますかね。エアーレビューに関しては正直ね、正直こちらの iPhone Air めちゃめちゃいいです。いや今日ねこの iPhone 17 Pro の動画とか撮影、サムネ撮るときにさちょっとこれ使ったり、あとはこっちでベンチマークとか、ゲーム性能を測ってるときにこの Air を使ってたんだけど、いいよ。何がいいってまずね懸念してたスピーカー、ちょっと待って一回撮影モードにするわ。通知が出ないようにしたい。キャッシュも消して OK。 まずねこの懸念しまずこの懸念してた、ちょっと待って、まずこの懸念してた一番懸念してたこのモノラルスピーカーなんだけど、昨日触った時は結構バリバリだし、なんか音質が悪いっていうよりかは音量を上げるとバリバリ言うんだよ。なんて言うんだろう、小さいスピーカーを振動させてこうビリビリ言ってる感じわかるかな。そういう感じがして、このスピーカー無理だな、メイン機として使うのは無理だなって思ったんだけど、さっきねこれを使って TikTok とか適当に見てたので、その時に何にも思わんかったんだよね。だからあれ今エアーで使ってるけど意外とスピーカー大丈夫だと思って、だから音量をそんなに出さない、結構家の中で使うとか家の中で小音量で流すぐらいだったら意外といけるかも。あと縦動画で見てたっていうのもあるかも。横動画でチェックするとねやっぱりこうやって見ると左側からしか音出てないなっていう感じはちょっとあった。ただめっちゃ気になるかって言われたら意外とそうでもないかも。とりあえず今日はねこう縦で使う機会が多かったから縦だと意外とスピーカーは問題ないかもっていう感じです。だからねこの唯一の欠点、このスピーカー問題はクリアっていう感じで、あとは使っててやっぱ一番いいなって思うのがこの画面の絶妙なサイズ感。これ 6.5 インチなんだけど、やっぱりねこのプロと比べてもね結構でかいんだよ。だからこのサイズ感がねめちゃめちゃちょうどよくて、エアめっちゃいいなーって思ってる。特にさこの超広角とか望遠レンズ使わない人で、スピーカーで大音量出さないっていう人はこの iPhone Air かなりいい選択肢だと思う、正直。でねこういうカメラコントロールとかもさ、これ昨日の動画で配信で言ったけど専用に設計されて細くなってたり、iPhone Air のカラーレビューで言ったのかね。もうとにかく薄くて軽いだけで超快適。めっちゃ軽いよ。ぜひ皆さん一度店頭で見てみてください。っていうか今いる人たちみんなあれか店頭で見たかな。キスケきたレビューで現実知れるのありがたいです。そうエア正直ちょっと地雷だと思ってる。いや俺も思ってたけど意外といけてるっていう。スピーカー意外に大丈夫だったんだよ。プロはねちょっと正直やばすぎる、スペックが。ちょっとそれもね後でまだ編集してないからその編集画面を見せながら
ちょっと解説していこうと思います。多分明日か明後日ぐらいに動画出せる。ちょっと忙しい。ちなみに今日の配信、30分ぐらいで終わるんで。はい。明日届きます。いいね。そう、モノラルも慣れるもんでもある気がする。そう、ビリビリだけちょっと気になるかなっていう。アンドロイド勢と比べたらどう？音質？ギャラクシー、ちょっとね、ギャラクシー最近使ってないから、ちょっと忘れちゃったな。今度比べてみる、また。エアーのレビュー動画で多分比べるはず。ESR のケース、フィルム、弱点は何かありますか？フィルムはまだ貼ってない。今、ケースだけ。で、フィルムは、そう、今日ね、そのベルモンド、モンスターフィルムの案件の動画を撮ったんだけど、このフィルムやばい。これね、モンスターフィルムってやつなんだけど、これ AR タイプ。これが神すぎる。ちょっと今両方ともさ、この AR フィルム貼ってるから、伝えるのが難しいんだけど、この iPhone17 シリーズに関しては、反射防止コーティングがされてんのね。33% 反射が抑えられてるから、反射がしにくいってやつなんだけど、普通のフィルム貼っちゃうと戻っちゃうんだよ、普通。今までの iPhone16 とかさ。ちょっと比較してみる。これが iPhone16 の今までのこの反射率ね。ほら、抑えられてるの分かる？で、こういうね、今ちょっと部屋暗いから分かりづらいんだけど、こういうカメラの反射とかもかなり薄くなるの。反射防止コーティングと同じぐらいの感じになるから、このベルモンドのモンスターフィルム AR タイプめちゃめちゃ良かったです。値段はいくらだろう？ 2 枚入りで、いくらだろうな。2000円いかないぐらいかな。ちょっと AR タイプは分かんないけど、普通のタイプは1500円ぐらいだった。だから1枚7、800円ぐらい。しかも貼り付けも簡単。ガラスの質もいいんだよ。ベルモンドは当たりでしたね。という、フィルムは今のところベルモンド最強。豊川さん、ごきげんよう。こんばんは。あれじゃん。なんだっけ。アベムジカだ。エアーって見た目もおしゃれそう。欠点、ちょっと待って、やばい。コメント最新までいきます。値段は確かにね、値段に合ってるかって言われたら、無印の方がいいっちゃいいけどね。ベルモンド貼ってください。ベルモンド貼った動画ね、多分明日出す。今編集中です。ケース悩んでるんですが、じゃあちょっと今のフィルム貼るか。確かね、クーポンもらったから、まだ動画出してないんだけど、一応案件でね、クーポンもらったからそれ教えちゃいます。もう使えるかな？これか。ちょっと待ってね。iPhone17 シリーズ、これの、どうやって飛べばいいかな？ AR。これか。これかな？ 2298 円？これだ。2298円だから1枚あたり1100円で 25% オフクーポンっていうやばすぎるクーポンもらったから、これ使うと、いくら？ 1800 円ぐらい。1枚800円ぐらいになるのか。めちゃめちゃいい感じ。ちょっとリンク貼るか。これを貼って、で、クーポンコードが Amazon がこれです。これいつまで使えるんだろうな。なんか、個数限定とかだった気がするな、前回やった時は。普通にね、めっちゃいいんだよ。ちょっとこれ概要欄にも貼っとこう。エグすぎフィルムです。ちょっと待ってね。今概要欄編集します。リンク生成で、激ヤバもう最強フィルム。ちなみに動画自体は案件でやっていますが、こうやって生放送で紹介してみたいなことは一切ないので、安心を。最強フィルム。よし、概要欄に貼りました。これ、ちょっと待ってね。AR。その中の一番高いフィルム見て。AR フィルムね。これが最強でした。
それでブルーライトカットですか？ブルーライトカットじゃないけど、ブルーライトカットのモデルもある。あ、AR じゃないけどね。いろんな種類あるけど、まあ、個人的には AR がおすすめだね。ブルーライトカット、ちょうどさ、これを使って検証したんだけど、こんな感じでね、ブルーライト当てると、こう、青くなるんだけど、これが、ちょっと待ってね、今日貼った残骸があるんだけど、どれかな？これかな？あ、違うな。ほら、フィルム越しでもこうやってなるでしょ？で、ブルーライトカットだと、これも違うな。やべ、ちょっと見た目じゃわかんないね、これ。これっぽいぞ。これですかね。あ、これだ。ブルーライトカットのモデルで当てると、ほら、こんな感じで、しっかりブルーライトカットされてます。これすごいよね。フィルム多すぎ。いや、めっちゃ時間かかったよ。1時間フィルム貼り続けてたから。という感じのやつですね。今の説得力ある？そうでしょ？配信だと説得力あって、確かにね、もうノーカットでやるから。諸事情で返品しました。傷とかあったってこと？残骸欲しいわ。埃まみれになってるけど。17クリアケースはツルツル滑りますか？17純正クリアケースは、まあ、いやでも意外とね、こう手汗とかでグリップ感もあるかな。プロの発熱、ちょっとそれもね、話したいんだよ。黒縁ありです、全部。iPhone17 明日いいね。クリアのカメラガラス。これはね、ケースについてる。正直フィルム、まみゆさん的にどれが一番おすすめですか？今のところ貼ったのはニマソと、今のベルモンドだけど、ベルモンドがいいかなって感じ。でもね、ラウンドの部分どうだろう。ニマソのやつはね、バリラクローラー。あれ、ラウンドエッジがめっちゃ良くて、エッジの部分はニマソの方がいいかな。そうだね、ちょっと引っかかる感じはあるかもな。まあでもそんな引っかかんないけど。そう、ベルモンド。リンク、固定コメントにしとくか。絶対ね、クーポンコード使ってね、25% 安くなんで、まみよし259で。ベゼル太くならない？ベゼルか、ちょっと待って。ベルモンドね、前のフィルムはベゼルちょっと太くなったんだけど、今回はどうだろうな。やべ。どうやって前回チェックしたんだっけ？どうやってチェックするんだ？でも若干被ってる感じはある気がするな。若干被ってる気がする。ちょっと待って。これでわかるかな？ほら、若干どう？ちょっとこうやって見ると薄くて、こうやってやるとちょっと太くならない。若干太くなるのが欠点かな。ニマソカメラ保護綺麗にこれやばかった。もうめちゃめちゃガチガチにさ貼り付けられてて、でなんでそんなガチガチになるかって言ったら、以前までのはさ、ここのカメラ部分がガラスだったじゃん。だからガラスに粘着フィルムで貼るからそんなに粘着力はなかったんだけど、今回アルミになったからさ、めっちゃ強力にくっつくようになったのね。それで今までの両面テープと一緒だったからめっちゃガチガチにくっつくんだと思うんだけど、そのニマソのフィルムを紹介した後に、別のケースつけるためにさ、剥がそうと思って剥がそうとして全然剥がれなくて、もう爪割れるぐらいやったんだけど、結局ダメで、ここのレンズの部分をペンチでこう挟んで無理やりこう上に引っ張ってようやく剥がせたっていう感じなので、ペンチ使ってください。ニマソの剥がす人は。エアーの一眼に関してはね、意外といいかもね。でもね、4倍、今回の4倍も良かったな。ちょっとその話もしたいな。Apple Store はいつもそうなの？そう。いきなり iPhone17 Pro のカメラぶっ壊すところだったよ。力ずく本当に。マジックジョンは使ってないな。やってない。
ESR のケースあるなら ESR のフィルムの方がいいですよね。一応ね、これ今 ESR のケースにつけてるんだけど、特に被ったりはしてないね。撮影。よし。うん。クリアランスこんな感じ。今のところ大丈夫そう。荷物に限らず。いや、そうだよね。難しいよね。結局 ESR 使ってる。いや、今ね、これレビューのためにつけてます。まだどれ使うか迷い中。これも良かった。そう、これもね、ケースクーのケースもさっき撮ったんだけど、これいいわ。こんな感じでさ、昔の iPhone16 みたいな感じの見た目になるからさ、まずこれでおすすめな人もいるのと、あとこのスタンド便利だったわ。ESR のやつはさ、こんな感じで横向きでは使えるんだけど、縦向きで使うにはさ、角度調整できないんだけど、このケースクーのやつはさ、こうくるくる回して90度にもできるの。こうやってねにもできるし、浅い角度もできるし、まあ、横向きでも使えるしみたいな。横でも縦でも使いたいんだったら、このケースクーの名前忘れちゃったけど、これはめっちゃ良かった。ケースレビューですか？まあ、ケースレビューは動画撮ったから今回そんなに喋んないんだけど、めっちゃ喋ったけど。あ、そう、アップルストア銀座ね。あれ、いつオープンなんだろう。間宮さん視点で感じたプロのゲーム性能聞きたい。ちょっとそれ行くか、じゃあ。今何話したっけ？フィルムと、エアのスピーカー行って、プロのやばすぎるゲーム性能ね。じゃあちょっとこれを語っていきますよ。これ多分びっくりするよ、みんな。びっくりするし、この検証をやってる人誰もいないから、ちょっとぜひ、こちらをチェックしてください。ということで、ちょっと待ってね。画面を映します。ちょっと待ってね。なんか映ったらいけないもんないよね。はい。ということで、こちらが今編集している16 Pro と17 Pro のゲーム性能比較の動画になります。で、こちらがですね、まあ、原神でこう FPS を出して、画面ちっちゃいかな。まあ、ちょっと我慢して、動画で出すんで我慢してほしいんだけど、こんな感じで FPS もしっかり出せるようにしてます。で、ゲームを始めたてなんだけども、これ両方ともね、最高画質120フレームでやってます。ちょっとズームすればいいのか、これ。あ、ズームしすぎだ。これ、こうか。こんな感じね。これ A18 Pro チップが iPhone16 Pro。こっちが iPhone17 Pro です。で、両方ともこんな感じで120フレーム。マップのところはだと出てるんだけど、これがですね、マップっていうか、このフィールドに移動すると、もうね、最初の時点で全然違います。iPhone16 Pro FPS59.25、iPhone17 Pro 119.98 貼り付いてます。えぐー。これやばいよね。ほら。見てこのグラフ。見えないか？見えない？やばいっしょ？こんな感じで動いても、まあ、FPS はね、完全に貼り付けにはいかないんだけど、こんな感じで結構安定してる。今ね、配信見てる人、こう、なんていうの？ピンチインでズームできるんで、そこで見てください。ほら。七点腎臓の前。七点腎臓で合ってるよね。こんな感じで、70と111。で、まあ、これはまだ序章です。フォンテーヌの水辺。フォンテーヌに移動したところでいいか。フォンテーヌにマップ移動します。はい、ほぼ同時。読み込みはだいたい一緒ぐらいかな。で、ここね。82フレームと 56.68 フレーム。全然違います。30ぐらい。で、これパーセントでやると 40% ぐらい違うからね。3、40%。はい、飛んでる時も55と95。40ぐらい違います。いや、もっとか。7、80% ぐらい高いよ。そう。これね、数値だけじゃなくて、こう倍率で見てほしいよね。
61から102って何パーセントよ。65、60% ぐらい上がってるでしょ。で、これはまだサーマルスロットリング両方とも起きてない状態ね。でちなみにこれで、画面を落とすと、こんな感じで、両方とも明るさは今のところマックス。画面起動ね。で、これでしばらくやってって、で、個人的に結構重いなと思ってるのが、この砂漠のこのブワーっていう、これが出てるところね。ここで両方とも上に乗ると73フレームと90フレーム。まあ、ここだとだいたい30% ぐらいか。だから場所によって 30% とか 80% あるね。ちなみにこれ両方ともサーマルスロットリング起きてます。はい。で、画面起動を比べるとですね、画面起動最初 50% でやってたんかな。で、ここで画面起動 100% にSiri でしました。で、そうすると、ここ見てほしいんだけど、明るさ全然違うの分かる？で、ここで、明るさ違うなっていうのに気づいて、コントロールセンターで確認してみると、左側 iPhone16 Pro がだいたい 50% ぐらいで止まってます。で、それに対して右側の iPhone17 Pro は、こんな感じで、だいたい70、80% ぐらいは維持できてる。むしろ100いってるか、これ。なんか100いってそうだけど、ここでね、パソコンの容量なくなって、録画が1回切れました。はい。で、続けていくと、まあ大体55と76とか。で、最終的にどんな感じになったかな。まあいろいろチェックして、ゲームもやってみたんだよね。どこだっけな。ここね。この辺戦い。これ、iPhone16 Pro 40フレーム。iPhone17 Pro、でも40、こっちも40ぐらいいってんね。大体40と60ぐらいだから、まあ結構差はある。50% アップか。でかいね。まあエフェクトも左右とも両方同じぐらいかね。という感じで。で、これちなみに上に、これゲーム何分やってるか記載してます。40分ゲームをやった上でのスペックがこれ。43フレームと65フレーム、70フレームぐらい。で、まあこんな感じでいろいろやって、最後エンディングを取って、フォンテーヌ戻って52と70ぐらい。55と70ぐらいか。まだ3割ぐらいかな。常に3割ぐらいは高いっていう感じで、水辺最後入ってみたら55と90。あれだね、多分水辺とかそういう処理の重いグラフィック系をよく使う部分だと、ここ倍じゃん。FPS49.73 と 102.84。こんな感じで全然違うという結果になりました。というか、これ伸ばせばもうちょい画面でかくできたか。という感じの動画を今撮影して編集中です。コメント読みます。あれ？カメラ。よし。コメントどこ行った？これか。スマホの熱さとかどうですか？熱さはあんまり変わんなかったね、正直。めっちゃ冷えてるとかそういうのはなかった。両方とも熱くなってたよ。まあでもあれ、なんで熱さ一緒かというと、17 Pro の方がさ、性能を使ってるから、例えば 60fps で制限とかしてたんだったら17 Pro の方が多分ぬるくなると思うけど、両方とも 100% で GPU 貼り付きだったんで、まあ、それを考えたら、まあ納得って感じ。ベイパーチャンバー感じられないですか？いや、ベイパーチャンバー感じられたでしょ？スペックの差。性能の差で。あとね、画面輝度も下がんなかった、結局最後まで。だからね、ベイパーチャンバーかなり効いてると思うよ。iPhone16 Pro で、こう、画面が暗くなって困るっていう人は、もう買い替え、かなりおすすめです。ケースなし、これケースなしでやった。検証は。マインクラフトをプレイするわ。マイクラはちょっとわかんないな。JTEC のケースね、ちょっとはめたけど、まだちょっと、そのうちレビュー動画出そうかな。120fps で設定して原神やって、みんなやってみ？でも FPS のあれ出せないか。ベルキン 25W やっぱりおすすめ。あれ普通にいいと思うよ。ちょっとまたその辺もレビュー動画出したいね。
プロレスローまだ撮ってない。外出てない。あ、ただ、そう4倍レンズ。今までのさ、iPhone16 Pro の5倍レンズってセンサーサイズが小さかったからなのか、ちょっと暗いところだともう5倍使われないで1倍の、デジタルズームがオンになってたんだけど、今回ね、センサーサイズが確か 50% ぐらいアップしたのかな。で、明るくなったことによって、ちょっと暗い場所でも意外と4倍使われるようになった。だからそこはね、めっちゃいいなって思った。ただ、やっぱり暗いところだとね、あれがされない。真ん中の、ただこの価格からここの真ん中だけを切り出すってやつ。あれ多分されてないから、まあ8倍、暗いところでも8倍できるっていう感じでは思わない方がいいかも。あと、ギャラクシーよりは、画質はちょっと悪いかなって思った。正直。なんかね、あんまり、めっちゃ綺麗だなっていう感じでは思わなかったな。まあ確かに綺麗だけど、っていう感じ。感動は正直してないかな。でもまあ便利にはなったよね。プロの性能を活かせそうなおすすめゲーム。原神でしょ。原神名調とか。FPS 出してたのは、いや PC ソフトじゃないんだけど、メタル HUD ってやつなんだけど、なんか一般のやり方だとできないんだよね。ちょっとめっちゃ複雑なやり方必要だから、ちょっとおすすめはできないって感じ。そのケースカメラの縁が欠けてくる可能性ありますか？ここ？いや、あんまりないんじゃないか？金属だし、ここ、アルミで。昨日のニマソのカメラレンズカバーですが、すべて在庫なし。あ、そうそう、販売停止になってるらしい、今。多分、再開発みたいなして、また販売するんじゃない？今買った人たちにもさ、こう、新しいものに交換してほしいよね。カメラ本体の、ここの縁ってこと？ここに当たることある？でもこんだけ出っ張っててほぼほぼないと思うけど、まあ気になる人はさ ESR 多分カメラレンズフィルム出してるからそれ貼ってもいいかもね。このかっこいいケースは ESR のクラシックシリーズです。全部概要欄貼っときゃよかった。こんな感じでスタンドになるケースですね。でさ、この ESR のケース、これモックにつけたらめっちゃダサいっていう感じだったじゃん。これね、本物につけると普通にあり。全然良かった。ほら、どう？そんなダサくないでしょ。むしろかっこいい。モックにつけたらめっちゃ変だったんだけど、やっぱこのアルミの感じがいいんだろうね。で、このリンゴの位置も、なんか最初は違和感あったけど、まあ別にいいかなっていう。まあ、このマグセーフが下になってたらさ、もっといいけど、まあいいかっていう。そんなに気になんなくなったね。だからやっぱ慣れだよね、結局は。皆さんぜひチャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。ESR のやつはまだ試してない。今試したのはニマスとベルモンド、モンスターフィルムです。もう30分経った？本当だ。慣れたってことですね。慣れたのと、あとは本体のデザインがいいっていう質感。バイオハザードはバイオハザードやってもよかったな。ニマソのケースとニマソカメラ保護併用してるけどちゃんとしてる。いいね。そう。昨日の生放送でやったけど、あの黒いカメラレンズフィルムいいよね。ていうかさ、どこのメーカーも今回、前のガラスと一緒だからさ、もうガチガチにくっついてると思うんだよね。みんな、剥がさないじゃん。このカメラレンズフィルムってさ、一回貼ってすぐに剥がそうとしないからみんな気づいてないだろうけど、多分ガチガチについてると思うよ。クッションもそう、女性でも大丈夫。このプロはね、女性でも、でもね、ケースによるかな。このケース 40g、50g ぐらいだったかな。ちょっと待って。このケースは、44g。でも、軽めではあるね。このケースくんのやつが 50g だったから、ちょっと軽い。で、ケースをつけた iPhone は、ちょっと待って、予想する。250はあると思う。262。で、Air は 222。結構やっぱケースによって重さは変わるね。
通に使ったら何時間ぐらいでどのぐらい消費しました？あ、そうだ。あとはバッテリーね。このゲームを iPhone16 Pro と17 Pro で同じ時間やったの。で、バッテリーの使用率が、ちょっと待ってね。スクショがあって、どれだっけな。スクショがあって、これだ。これ。これが iPhone17 Pro。原神で 30% 使いました。そうね。1日で 30% 使いました。で、それで、iPhone16 Pro 何%使ったかというと、なんと、ちょっとアプリ消したから最近削除したアプリになってんだけど、41%。やばくない？性能高くなって、消費、でもバッテリーがでかくなってるからってことか。やばいよね、だから。ほら、ちゃんと、なんだ。画面上で1時間7分。で、こっちも1時間7分。一緒。で、30% と 40%。バッテリーの持ちもね、かなり良くなってるのは本当です。結構違うよね。これは期待？いや、そう。ちなみに、ウォッチも開けました。1時間か結構伸びてますね。いや、30% で 40% だったらさ、3割違うね。だから3割持つようになってるってこと？強くない？プロのアンテナはね、アンテナは多分あんまり変わってないかな。なんか 5G プラスの表記にはなったんだけど、16位と比べたら速くなってたけど、ちょっと16とあれで17でまた比べてみるわ。あとこのエア。その辺はね、特に体感差はない。あとなんだっけな、エアドロはね、ちょっと速かった気がする、確かに。エアドロね、今までのやつは確か70メガ。1秒間70メガぐらい出てたんだけど、今回のは90メガぐらい出てた気がするね、確か。見たら。Mac に転送した時。だからまあそれも 30% ぐらいか。速くなってるっていう感じ。この配信結構情報量多いね。今日一日ポケモン GO やりました。バッテリーの持ちびっくりです。バッテリー持ちやっぱ変わるよね。ちょっとみんなの感想も欲しい。使った感想。モッチのバッテリーは、昨日何%からスタートしたかちょっと覚えてないんだよね。85だったかな。で、今41。ちょっとこれは 100% 充電して、で、睡眠トラッキングもさ、今日設定でできてなかったから、ちょっとそれもオンにして、1日バッテリーどんぐらいやるのか、どんぐらい持つのか。まあ、また明日、配信でレビューしたいな。今から充電します。そしたら。よいしょ。Apple Watch のレビュー動画待ってます。Apple Watch のレビュー動画も、まあ1週間後ぐらいとかに作るかな。なんか、1日使ってレビューできるようなもんじゃないからさ、Apple Watch。まあ、この配信でさ、毎日、今日はこうだったよ、みたいな感じでレビューしていこうかな。エア買いましたが、朝。低電力モードの有無で最大電池容量の減りは変わりますか？まあ、あんま変わんないんじゃない？低電力モードであんまおすすめしないけどね。あれはアダプティブパワーはいいと思うけど。いろんな機能が追加してわたわた設定してた完全設定動画もね、動画出してるんで、ぜひそちらもチェック。KMIX さん320円スパチャナイスパス、Thank you! 16 Pro と比べて17 Pro バッテリーさらに良くなりましたね。いや、すごいよ。昨日からまだ充電してません。ちょっとね、ぜひアーカイブを見てほしい。さっき説明してたから。ナイスパー。今回プロの、そう、中身はでも、別にデザインも俺いいと思うけどね。ただね、一番の欠点は重くなった。これがちょっと弱点かも。あとなんかあったかな、気づいたの。エアーいったでしょ？エアーの画面サイズいい。で、エアーのバッテリー持ちはまああんまり検証できてないけど、今 82% だね。さっきまで充電してたかな、ちょっと覚えてないよ。17買って画面常時表示で寝てた。画面、あとあれでしょ。最初初期設定したからさ、バッテリー減りやすいっていうのもあると思うよ。だからちょっとしばらく様子見してみ。ただ、画面常時表示は確かにバッテリー食う。だから俺は使ってない。結構ショートカット、オートメーションかな。で設定できて、こう充電してる時だけ常時表示オン。抜いたら常時表示オフっていう設定がおすすめ。ちょっとそれ動画化しよう。
常時表示オフ、バッテリー充電してる時と充電してない時で変更する動画を作るリマインダー。ちゃんとできてないな。常時表示。よし。リマインダーが便利です。さあ、アプローチ11。だったらどっちがおすすめ？ああ、この2択？この2択どっちがおすすめ？むずいな。むずいな。でもプロもいいけど、カメラ使わないんだったらエアーかな。でも無印もいいよね。今回どれ買っても普通におすすめだと思うな。ケースクー重いんですけど安定感はあります。ケースクー普通に良かったわ。久しぶりに使ったけど。カメラは最初簡単に剥がれ、本当に？圧着したらもう剥がれんよ、それ。原神一番確かにね。アルミすごくいいです。いいよね。バッテリー持ちも良くなったし、冷却すごいです。ちょっとね、さっきそれについて話したんで、ぜひゲーム性能のやつ見てください、アーカイブで。まあ、あとは明日動画で出す予定なんで。まあ、ちょっとね、動画撮るやつが多すぎて全然追いついてないんだけど、まあ、ちょっとね、頑張って。まあ、なので今日は30分経ったけど、まあ、もうちょいやろうかな。ちょっと霧のいいところで終わる。肘の人なんですけど、覚えてますか？肘の人？肘の人って何？肘だよねこれ。膝？肘かなあ、手術のやつかな？違うかな？どうだろう。ちょっともうちょい詳しく。プロとプロマックスで迷ってます。迷ったらプロ。ただ、ちょっとね、プロマックスもちょっと欲しいなって思ってる。なんかさ、このプロをさ、普段使ってんのね、今。で、エアーを使ったらさ、うわ、この画面サイズでかいのいいじゃんってなったの。マックスもっといいじゃんっていう。まあ、ただもっと重いんだけどね。手術か、やっぱり。覚えてる。いやー、だからプロマックスも買ってもいいかなと思うけど、今在庫状況どんな感じだろうな。いや、プロマックスちょっと試したい。触らせてほしい。じゃあ店舗行こう。今度。アップルストア銀座新しくできたら行こう。あれ何日オープン？知ってる人いる？エアー9月に。そうなんだ。エアーはね、今のうち買っといた方がいいんじゃないの？アンカーの T225W のモバイルバッテリーいつ出ますかね？なんかアンカー秋とかにイベントあるからその時に出るかもね。重さ慣れますよ。まあ16 Pro Max しばらく使ってたからね。俺。プロマも人気そうですよね。プロマいいよ。プロマいいけどでも、なんでかんだこっちのコンパクトでさ、詰まってる方が、まあ便利っちゃ便利よね。あと、俺なんでプロマックスをちょっと微妙かなって思ってるかというと、マグセーフの三脚とかにさ、こう突っかかるんだよね。そのままだとさ、まあ、ギリギリ入るんだけど、ここにマイクとかをつけてると、三脚の、あれっていうか三脚変えたから大丈夫か？大丈夫か。こういう三脚だったら下に何もないからいけるか。買おうかな。欲しいな。いくらプロマックス。20万超える？ちょっと調べていい？プロマックス急に欲しくなってきた。結局さ、この iPhone16 Pro をさ、17 Pro をレビューするときにさ、撮るカメラがでね、Apple Log 2で撮りたいじゃん。19万4800円。ありだな。欲しいな。ちょっと待って。今買ったらいつ届くの？ Apple Store 銀座。Apple Store 銀座ってさ、移転すんじゃん？そのタイミングで買えないの？買えないかな。本日のご注文10月16？長いな。Apple 丸の内ないね。コズミックオレンジだったらあんだ。1店舗に在庫。コズミックオレンジだったら明日受け取れるよ。オレンジか。ブルーがいいな、どっちかって言ったら。オレンジ見頃あるな。丸の内に。オレンジか。キャンセル待ちねろ。いや、オレンジあったよ。丸の内に。なんか丸の内じゃなくて、オレンジのプロマックス欲しいって言ってる人いなかった？マジ在庫あるんだ。あった。買え？いや、オレンジかーっていう。
買うんだったらブルーかシルバーがいいな。あ、でもオレンジもありかな。この配信見てる人買いそう？確かに。今丸の内であるんで。在庫数とか特に書いてない。17プロはどうなん？ちなみに。あ、17プロもオレンジあるな。丸の内。やっぱオレンジあんま人気ないのか。そう、コズミックオレンジ。オレンジ持ちよりオレンジはいいぞ。オレンジもね、触ったんだよ。発売日の前日に。ブルーちょっと欲しいな。これさ、今、15プロのブルーチタニウム。これで普段の動画撮影してんだけど、この色いいんだよね。ブルー。プロマックスはブルー買うか。俺もキャンセル待ちゲットするか。2テラでいこう。2テラは絶対いらない。むしろパソコンの容量を今増やしたい。今日さ、そう、撮ってる間に、パソコンの容量足りなくてフリーズしたわ。一回。もう全部データ消えるかと思った。オレンジ主張強い。オレンジ主張強いし、オレンジにケースつけた時に、この白いマグセーフリングがめっちゃ目立つから、そう考えるとやっぱシルバーなんだよね。そう、こういうさ、白系の iPhone だとこのマグセーフリングあんまり目立ってないじゃん。これがオレンジとかブルーとかブラックとかね。まあブラックだとさ、ブラックのこのマグセーフリングあるけど、そういうね、ちょっと目立つ色だと難しいんだよね。1テラいらいな。256で全然いける。これだって全部クラウドに入れてるから。動画も写真も。今何ギガ使ってるかちょっと見るわ。原神をインストールした状態で、使用可能159ギガ。100ギガしか使ってない。むしろ128でも足りてる。皆さんは iPhone いつもどこで買い取り出してますか？メルカリ。MT84 の3極ってマグセーフどれか結構強いよ。そう、違和感すごいんだよ。iPhone パソコンiPad は来月とか出んのかな？どうなんだろうね。賛成党員に間違われる。あ、そうなん？アップルのパソコン新作来ないかな？来てほしいな。M5 でしょ？ M5 どうなんだろうね。自分スマホにいらないデータを移して、スマホにいらないデータ逆じゃないの？まあでもクラウド、買いました？買ってない。もう在庫なくなった？でもこれキャンセル待ちしてもいいな。全然ある。あれプロマックスなくなってる。プロマックス2頃なくなってます。誰か買ったな、この配信で。次、AirPods Pro いつ発売予想ですか？わかんない。また2年半後じゃないの？家電量販店どうなんだろう？ちょっと誰か情報。キャンセル入ったやつだったな。でもね、17プロはまだある。オレンジでもちょっとさ、人が使ってるのを見てみたいな。自分では使ってないから。なんかね、今回のこれもそうなんだけど、めっちゃ近くで見ると、なんかちょっと、こう安っぽい感じあるかもな、みたいな感じは思うんだけど、人が使ってるところ、ちょっと離れてみると、普通にかっこいいんだよ。ヨドバシって現地行ってあるのかな？どうだろう。楽天あんの？楽天。iPhone 17 Pro Max。これか。楽天、ないな。全部売り切れ。人気だな。いや、プロマックス。まあでも、そうだな。一回試してみてもいいよな。動画、そうだな。一回試してみるのもありだよね。ちょっと考えます。オレンジは買わん。オレンジ普通に街中で見たいよね。いや、わかる。ちょっとね、普段の生活に馴染まないとわかんないもんね。
どうせ経費だ。経費って言ってもただじゃないからな。言うて自分のお金だから。iPhone 17 Pro Deep Blue 今使ってます。お、いいね。そうそうそう。結局ね、かっこいいんだよ。もしかして今検索16位でしてる？いや、普通に Mac でしてるよ。シルバー買ったけどブルーが欲しい。おー。いやでも Apple Store で買った人は買い直せるよ。2週間以内だったら。まあでも、買い直す在庫がないけどね。ヨドバシ待たされるのか。4K 録画何時間ぐらいでビットレートブラックマジックカメラだと変更できるから、まあビットレート次第って感じ。あ、ディエゴさん買ったの？ 11 からだから変化めっちゃ期待してる。いや、11からだったら相当変わるよ。MT84 ぜひ。Apple Watch で Apple Music 流しても、わかんないな。っていうかね、Apple Music に移行してさ、ちょっと音楽聴いてみたんだよね。Spotify と聴き比べしてみたんだけど、なんか Spotify の方がいいかもってちょっと思った。なんか UI とかは Spotify の方が使いやすくてさ。うん。ちょっと Apple Music に移行しようと思ってたけど、やっぱ Spotify のままでいいかも。なんかロスレス対応してからなのかわからんけど、普通に音良かったな。イコライザーオフにしてる。容量2頃でも十分。俺は十分だな。使い方による。実機いざ届いてみるとディープブルーかなりいいです。いいよね。そう、ブルーも結局飽きてないもんな、15プロ買って。そう、交換できる。Apple Store で買ってたらね。家に iPhone なんかある。めっちゃあるな。1、2、3、4。今、机の上だけで5台ある。1、2、3、4。5台 ?11 で64は本当にカツカツすぎて無理。64はきついな、さすがに。UI はそうそうそう、Spotify。あとね、Mac の Apple Music がめちゃめちゃ使いづらすぎる。音量を変えるのにもさ、こう、そう、基本的にはさ、こう、Spotify だとパソコンの画面だとするんじゃん、これ。右下の音量バーをこう、クリックしながら横スライドでいけんだけど、Apple Music は下側のスピーカーのボタンを押して、そっから横にスライドするから、それがね、ちょっと良くない。やっぱ、Spotify かな。歌詞翻訳機能まだ一部らしいですね。歌詞翻訳機能も正直使わんからな、俺は。楽天の 5G は場所によるって感じ。ちょっとね、まだそれは検証できてない。外出てない。iPhone 届いてから。ベランダぐらい。15プロにあったブルーが復活してマジで嬉しい。ちょっとね、色合いは違うよ。プロのショート動画で色解説してるんで、ぜひ。いいね、17プロ。あとさ、みんな変えて、なんかここ気づいたとかある？ここが良かったとか、ここ微妙だったっていう。メルカリにあったよ。iPhone？ 転売価格でしょ、でも。お外行きましょう。ちょっと明日行きたいけど、作る動画がね、多すぎて、外出たくても出れない。17プロ発熱はね、全然大丈夫よ。オレンジ、名古屋境にプロ2頃ですか？在庫出てきた。こっちも丸の内にね、ずっと出てるよ。ああ、直帰ケース気になる。結局、どうなんだろう。ちょっと、ケースとか、つけたり剥がしたりで、なくなってないかな。ただの後だった説あるかも。さてさて。いや、あるなぁ。でもね、これ動画じゃなかなか映んないんだよな。まあでも、なんか擦れって感じ。擦れてちょっとテカテカになってる。まあでもいいでしょう。この時期は忙しいような。いや、そう。今日もね、配信、無理かと思ったんだけど、さすがにね、1日目レビューはやらないとまずいと思って、30分だけやろうと思ったけど、今何分やってる？結構やっちゃってる。まあ、
11時になったらさすがにやめます。なんか検証してほしい動画とかありますか？リクエスト。今のところ撮ったのは、何撮ったかな？ゲーム性の比較。16プロと17プロで撮って、エアーとプロでも撮りたいね。15プロはね、結構熱くなる。ただ、熱暴走するっていうことはないね。俺 4K60 で普段 HDMI で出してこういう動画撮影してんだけど、で、その動画撮影した後にさ、電源切るの忘れてそのまま寝て、次動画撮ろうと思ったらつきっぱなしっていうこともあるから、一日中つけてたりするんだけど、特にね、こうめちゃめちゃ熱くなってるけど、熱で落ちたりとかっていうのはない。暗筒10回耐久。まあでもあれよ。暗筒か。まあ確かにそれもありだな。一応、さっきのゲーム検証である程度はわかるかなと思うんだけど。ちょっと待って、スクショしとこう、これ。全部。17プロの底面スピーカーですが、左側から音が出るのですが。右じゃなくて？今回17プロ発熱少ないですね。少ない。やっぱベイパーチャンバー効いてんだと思う。カメラバンパー、プロとエアどれぐらい熱くなるか検証してほしいです。なるほど。温度計とかないんだよね。触った感じ。確かにね、同じチップだもんね。GPU コア1個違うけど。エアーで YouTube 何時間？なるほど。そうか、動画再生をひたすらするってことね。スピーカー穴と気圧調整穴逆になってるっぽいです。マジ？ちょっと聞いてみよう。全然気にしてなかった。本当だ本当だ、右から出てる。右じゃない、左から出てる。右は？右出てない。今気づいた。ってこと、そうか。今までさ、こうやって写真撮るときに、親指でスピーカー閉じれてたんだけど、それができなくなるな。難しくなるね。写真撮るときに、この手のひらでこうやってやるしかないか。こんばんは。エアー最高すぎません？いや、エアー最高なんだよ。めっちゃいい。YouTube やってなかったらエアーかな。YouTube やってなくて学生だったらエアー買ってた。うん。いやでもお金ないから買ってないかもしれんけど。まあでも YouTube やってなくて社会人だ、一人暮らしとかだったらエアー買ってたね。でも、そうだね。買ってたかも。正直カメラコントロールめっちゃ使う俺。カメラ起動ボタンとして。とにかくバッテリー持ち最高。いや、今回ね、バッテリー持ちもいいし、いろいろいいよね。今15プロか16プロどっちがおすすめ？迷うな。15プロも普通に値段次第。安かったら15プロもあり。あと5倍レンズいらないんだったら、意外と3倍の方が使いやすかったりするかも。いや、これめっちゃ迷う。中古の15プロもありなんだよ。マグセーフなしのクリアケースおすすめありますか？シュピゲンなんか良さそうなの出してたよ。眠くなってきた。16プロと比べて17プロ微妙にスピーカーの音質変わった気がします。ちょっと比較したいな、それも。良くなった？悪くなった？どっち？ちょっと悪くなった？もしや。ケース空のケースがカメラコントロールが保護されてないので別でカバー変えます。確かにね。確かにこれ切り欠きタイプだもんね。そこちょっと残念だね。ESR のケースどうなの？いや、普通にいいですよ。カメラコントロールも保護されてるし、スタンド便利だし、マグセーフ強力だし、ストラップホールあるし。まあでも、信者の紐はつけらんないけど。ESR のケースの内側にレンズカバーってはめれますか？ここ多分はめられると思う。結構クリアランスあるから。
これにレンズフィルムつけるんだったら ESR のやつ買った方がいいね、きっと。ESR 同士だったら多分、ちゃんと検証されてるでしょ。17プロですが、音量ボタンの上と下で押した感じ違いますか？いや、あんま変わんない。それ不良品じゃない多分。良くなってます。音、あ、本当にそうなんだ。レンズカバー一体型の方がコスパいいと思うんだけど、どうなの？ああ、これまあ、コスパいいよね。だってこれ3000円しないでしょ、多分 ESR の。ちょっと値段見てないけど。で、このフィルムもさ、買ったら1000円ぐらいするから、1000円、2000円って考えたら、信者の紐つけられるケース欲しい。リンケのケースだったらつけられると思う。iPhone 17 Pro Max 出ないかな？キャンセル。音域とか広がってるけど、ちょっと刺さる音になった。アルミは傷つきやすいよ。なんか展示機はもう結構傷ついてるらしいね。それ見に行きたいわ、電気屋に。17のアクションボタンの設定、消音モードの欄がなくて困ってます。17。なんかあった気がするけどな。設定でアクションボタン。ある。一番左にあるよ、消音モード。それ iOS アップデートしてみたら、なんか最初にね、アップデートあったよ。バグ修正みたいなやつ。それが再起動でいけるはず。2マスのレンズカバー外すの超大変だよ。めっちゃ大変だった。どうやって外した？アルミや、あ、これ読んだな。AirPods Pro 3は使いました。あ、そうだ。AirPods 3の話をするの忘れた。そう、AirPods 3に関しては配信の時に開けたじゃん、昨日。で、その時は、なんか、あんま変わんないわって思ったんだけど、こう、1日使ってみたら、結構音質いいかもって思った。なんか、細かい音が聞こえるようになった気がするな。ノイキャンと外音取り込みはね、ちょっとまだ外出てないから、あんま試せてないけど。音質は確かに上がってる。低音の厚みと、細かい音が聞こえる感じ。まあただ感動するほど上がってるかと言われるとそうではないかなっていうくらい。16プロと17プロのスピーカー比較してほしいです。ちょっと配信でやるか今度。まあちょっとその素材取っといて配信で流そう。ショート動画でもいいな。ショート動画でやるか。これもスクショ。ESR のフィルムの7倍と紹介してた10倍の5000円のフィルムの比較。あ、それね、今あるから、そのうちやろうかな。どっちが先割れるか、ハンマーで叩きまくって検証するか。エアが一番強いでしょ？何が？素材ね。確かになんかめっちゃ体重かけて折ろうとしてた人いたな。ポンボさん、800円スパチャス。Thank you! Apple Watch 11と SE3、両方買ったん？おすすめの保護ケースはありますか？フィルムは2マスのやつ使用しようと思ってます。ケースはね、使ったことない。Apple Watch は。意外とそんなに傷つかないかなって感じで思ってるけど。なんか、そうだな。ちょっと使ってないや。みんなおすすめあったら教えてほしいな。あ、11時になった。11時になっちゃいました。いや、買う意味ある。これはジョブズ泣いちゃうよ。いや、普通にいいよ。ちょっと一回ね、こう、意味あるっていう人は、一回店舗で触ってみた方がいいよ。この薄さと軽さを体験してほしい。そう。めちゃくちゃ見てみた。スピーカー検証？本当に。1日使ってみてバッテリーの持ちどうでした？まあ今日ね、ゲーム検証したから、今残り 27% だから、ちょっとね、普通に使ってないからわかんないけど、さっき言った通り、16プロで原神やったら、
40% 減ったのが17プロだったら 30% しか減んなかったから、まあ、30% ぐらいは良くなってるかなって感じで、27時間から33時間になってんだっけ。それは何%上がってんの？ 10% で3として20%、まあ 30% ぐらい、 20%、 30% かってことはやっぱあれじゃない、表記通り上がってる気がするわ。うん、33時間になってんじゃないっていう。128か2頃どっちがいいかな。今回128ない。あ、あれか、中古のやつ。まあ安さ取るんだったら128だけど、まあ128で使うんだったらかなりこう工夫しないとダメよ。クラウド使ったり。エアー最高すぎません？エアー最高なんだよこれが。この薄さよ。この薄さ、もうピントが合わない、薄すぎて。ケースつけてこれだからね。この 16E と比べ、ここで比べちゃダメか。16E と比べるとこんな感じ。16E よりも軽いんじゃないの？ちょっとケースつけたらわかんないけど。どうだろう。210。あれ、重いか。222。重かった。あ、あれだわ。このスタンドがあるかないかかも。17プロバッテリー持ちどうですか？めっちゃ良くなってる。30% ぐらい。この前の開封ライブ、学校から帰ってきたら13分前だった。うわー、惜しい。そうか、あの日はみんな学校行ってたりしてたんか。結構盛り上がったよ。特に一番盛り上がったのが、ニマソの、この、アルミフィルムにカッターでカン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 ってやって、傷つきませんって言おうとしたら、めっちゃ傷だらけになったところ。チタンフレームに傷、そうなんだ。それ悲しいな。モバイル保険加入して。モバイル保険、なんかみんなが言うにはいいらしいけどね。俺使ったことないよ。あれ笑った。あれ動画でもちなみに使いました。そう、カッター事件。レビュー動画ぜひ見てみて。今その案件なのに普通にあれ入れたから。17プロはごめつくない？ごめつい。無骨なデザインみたいなこと？まあそれはあるけど、慣れる。電池間違いないエア欲しいな。エアはなんかプロと一緒じゃない？今までの。アップル京都でピックアップ予約ナイス。いや、エアーね、ぜひ体験してください。みんな今日あれ電気屋とかで触った？ iPhone。っていうかさ、これ特に絵面変わんないから画面キャプチャしてコメント落とした方がいいか。っていうか、まあもうそろそろ終わるんだけどさ。信者の、信者そうだった、忘れてた、危ね。紐を使うのを忘れてた。それも撮んなきゃ。信者の紐で縄跳びする動画を iPhone17 Pro のプロレスローで撮らなきゃ。超高画質の。縄跳びしてこけて、わざと最後こけて終わろう。iOS26 どうなんですか？普通にいいけど、まあでもめっちゃ変わったかと言われるとそうでもない。とにかく AirPods の音質が良くなったのが一番でかい、マイク音質。二重跳びも多分できるよ。骨折はきついな。動画作れなくなっちゃう。お布施の紐も勢いで買います。絶対後悔するよ。1万円の紐動画伸びてるかな？ TikTok は11万再生。まあまあ。インスタは 6.1 万。インスタ伸びてるな。インスタそういうのが好きなの。さあ、YouTube は ?YouTube は8万。なんか YouTube むずいね。実際紐は使ってないな。この前
持ってって縄跳びしようと思ってバッグの中に入れといてそのまま。という感じですかね。出勤中に見てて笑っちゃった。あれか。なんだっけ。2マスのやつね。エアのフレーム軽い傷いってないですか？いってない。もうすぐケースつけたから。あれカットすると思ってた？使っちゃった。面白かったから。エアはコンセプトが、そうなんだ。自分も同じプロのシルバーで買いましたけど、どう見ても安っぽすぎる気しかしない。まあ、側面はね、確かに無印感はあるからね。縄跳びまだしてない。表示ってバッテリー持ちに影響するのですか？まあ結構、寝てる時とかはさ、ずっとついてるから。特に普段、そうね。iPhone 転売で買うのはありですか？なしじゃない。保証とかないでしょ。エアーの電池持ちどうですか？っていうか2週間ぐらい待てば普通に手に入るから。待つべきでしょ。エアーの電池持ちはちょっとまだわかんないな。ドライヤーしていらないカードをセンサー側の隙間に挿してギコギコして。なるほど。それアルミ傷つきそう。大丈夫だった？ 17 と17プロで迷ってます。性能的に5万円の差ってあると思いますか？いや、まあ、妥当だとは思うな。望遠と冷却性能、あとチップ性能。全然あり。もう一は低音がかなりカットされてる。ちょっと、電車で試したいな。明日電車乗るか。iPhone Air はカリスマ的位置。eSIM 切り替え簡単でした。簡単だよ。動画で出したよ。出してないわ。Air のやつに入れようかなと思って。今 iPad 買うのはどれですか？ iPad はむずい。無印でいいんじゃない？とりあえず。そう、ドコモやばいらしい、今。まだ治ってないんじゃない？紙のカードか。なるほどね。128か2頃？2頃かな。試しに会える？電車とかで会える可能性あり。でもすぐ帰る。ドコモの eSIM 今日の午前10時ぐらいにやっと行こう。そうなんだ。ナイス。iPhone って初動なんであんな転売価格高いんですかね？わかんない。みんな欲しいから。転売でも未開封はいいよ。未開封でも結局、保証使えんの？ iPhone で画面編集頑張。動画編集？いや、ちょっとね、プレミア早く出てほしいよね。もうカットしちゃおう。マンションのオープンするときにもいるみたいに。もうカットしちゃおう。どういうこと？マンションのオープンするとき。どういうことだろう。ワンチャン返品しようかと思ったんですけどダメですよね。傷？それはアップルが決めるからちょっと俺はわからん。いやでも皆さんの見てるけど何も気にならないスピーカー。音量小さかったら大丈夫よね。また来ます。おやすみ。おやすみなさい。不具合は大丈夫なの？不具合特にないよ。京都来て、京都伏見稲荷は行ったことある。どこも復旧したんだ。ロック画面の 3D かなり立体だけど設定しがいあり。でも俺はやってない。結局。iPhone Air のスピーカーはどう？まあ悪くはない。悪くはあるけど、なしではない。っていう。大容量を出さなければ。そうだ。これも動画ネタで活かせていただきます。スマホの USB-C から HDMI でテレビに映像出力したいんですが、その時に USB メモリやり外部ストレージをつなげて再生できるハブだ。USB-C to C のハブで、アンカーとかもそういうの出てるよ。基本的にどれでもいけると思う、それ。ぶっちゃけ。おすすめありますか？なんかあったかなあれ。HDMI じゃないんだけど、サテチの XR、名前忘れちゃった。サテチの XR プラグみたいなやつめっちゃいい。楽天の株主シムがやばいって。楽天の株主シムが届かないよ。音沙汰なし。みんな楽天の株主シムの再発行できた？発売日前ぐらい9月17とかにやったのかな。まだ3日だけど、あと1週間ぐらいかかるかな。
検証動画、これで撮ろうと思ったんだけど、ダメだった。HTML はリテラシーないとむずいよね。そうかなあ、時間外あんのか。そうか。確かにさ、俺もさ、スイカをこれに移行しようとしたら、時間外でできませんってなったわ。昨日の朝やったけど。シャオミは交換する。あ、そうなんだ。なるほど。まあその辺はちょっと俺はノーコメントで。また炎上しちゃうんで。公園で縄跳びしてね。公園で縄跳びする。ホーム画面のアプリまとめたフォルダの水みたいな感じを変えられるようになった。フォルダの水透明度を下げるとかでできるかもね。今その iPhone ケース使ってる。いいね。iPhone Air 2.0。いや、ESR もいいよ。リング内蔵ケースとケースとリングを別々。いや、圧倒的リング内蔵。か ESR の。そうだね。まあ ESR もリング内蔵か。リング内蔵めっちゃ便利よ。結局さ、リング内蔵の方が軽いから。別々より。ソフトバンクにも株主チームあんのかな？ないんじゃない？優待取ったのにうわ、つらそれ。つらすぎる。今、楽天の株どうなってんだろう。ちょっと見たいな。見るか。やばい。俺が爆損したメタプラが。なんだっけ？楽天か。楽天グループか。あれ上がってんじゃん。あ、違う。これ15分だったわ。いつ買ったんだ？優待っていつだろう。7月ぐらいか。あ、上がってるな。プラスになってるわ。だから株価もプラスになって無料で楽天使えて最強よね。エアのメモリは12ギガですよ。そうだよ。島の優待あるのは楽天のみですよ。そうだよね。iPhone に Android 入れたよ。iPhone に Android 入れられるの？あ、ひひひさんこんばんは。セブンが今日画面割れた。どこにぶつけたん？車にひかれた？そう、リング内蔵めっちゃ便利よ。ちょっとおすすめのアクセサリーも、もうそろそろ動画できそうかな。とりあえず ESR のフィルム使って、そうだね、ESR のフィルム使えば、もうおすすめフィルムは動画ができて、ケースはもうちょいかな。おすすめのケース ESR クラシック。TPU の方がいいですかね。まあ、丈夫なガラスフィルム買ったら、今までどんなガラスフィルム使ってた？ちなみにね、俺結構スマホ落とすけど、全然ガラス割れたことないよ。まあ、いいガラスを買って、こういう TPU ケース。ハードケースはね、割れがちだから TPU ケースを使いましょう。ソフトとハードの中間みたいなやつ。そう、基本ケースつけるからね。プロもいいよね、普通に。あ、明日受け取りで17プロ予約できました。ナイス。配信見ながらキャンセル待ちしてたってこと？じゃあるかな。あ、ほら、17プロはね、まだあるんだよね。エアーのメモリは12。普通にかっこいい。センキュー。皆さん、プロシリーズのガラス面が白っぽすぎて浮いてるように見えますが、レビュー当てると、プロシリーズのガラス面シルバーの話？オレンジはね、結構浮いて見える感じだったな。レビュー動画でやってよ、ショート動画で。あれ見たらいいかも。透明度さ、ナイス。めっちゃ落とすぜよ、ガラス面。全然ありよ。あり。黒縁、そう。これね、ショート動画でも出してるし、最近コミュニティ投稿もしたんだけど、黒縁はとにかくありがおすすめです。その解説動画、ショート動画で出してるんで、ぜひチェックしてください。マミヨシ黒縁とかで調べても出てくるかも。ショート動画が。あれ、紙動画なんで、ぜひ。
シリーズ10整備済みとシリーズ 11？ いやもう圧倒的11でしょ。バッテリー持ち伸びてるし。ESR をしてるのでケース買いました。ナイス。絶対気に入れるはず。もうこの便利さに戻れないよ。ご飯ちょっと食べるときにさ、こう動画見るときにスタンドを起こして、見ながら食べれて最高。今って、TPU なんだ。2マス割れないですか？ 2 マスはね、黒縁、黒縁ありとなしがあるな。黒い縁ついてた？ついてるやつをぜひ買ってください。無印買ってください。無印買っても絶対使わないんだもんな。今年は買わないかな。15プロから17プロ、全然ありだと思うよ。ESR のガラス面ナイス。10倍のやつか。Mac のフルスペック買おうと思うんだけど、ありじゃない。結局さ、こう、パソコン、思ったんだけどさ、結構容量とか、今 Mac Studio 使ってんだけど、Mac Studio 512GB 使ってんのね。512GB 使ってるんだけど、で、メモリ 36GB なんだけど、もう詰めるだけ積んでもいいかなと思った。今日みたいにさ、動画ストップしたりしたらさ、めっちゃロスじゃん。動画撮る労力もそうだし、動画も不自然になったりするし、そういうの考えたらさ、まあ2万3万とか高くてもいいやつ買って快適に作業した方がいいなって今日改めて思いました。でちょっとね、今 8TB とか 4TB の SSD 買おうとしてる。容量で困んないために。17のレンズカバーニマソンのやつ良かったんだけど、今のところね、多分どのレンズカバーも吸着力やばすぎて問題になると思うから、もうちょい待った方がいいかもね。レンズカバー買う前にこれをやってください。ガンカメラオン。この ESR のクラシックでここ守れるんで、とりあえずこれを使ってみるのがいいんじゃないですかね。どこも行ったらプロあったから買ったんですけど、運いいと思う。AI よく見せてキャンセル。ナイス。サラさん、Thank you。鎖さん、Thank you。プロマックス出ないね。早くて1週間。通常の SIM にしたんだよ、俺。この入れ替えが大変だから。でもこれで毎年買い替える必要、毎年再発行する必要ないって思ったのにさ、なんと SIM スロットがなくなったっていうね。AirPods 無印持ってるんですけど、買い替えるのは、もう圧倒的3でしょ。でも、ノイキャンとガイオントリックも多分進化してるから3の方がいいんじゃない？ 2 買ったら絶対3にしておけばよかったって思いながら2年半過ごすことになるよ。そんな値段も変わんないでしょ。18でエア出ると思いますか？わからん。でも出ないんじゃない？だって17エアにしなかったってことはさ、毎年出るようなもんでもない気がするわ。17プロの動画で17プロテインって言ってなくて安心しました。ショート動画ではね、ネタでいいけど、ロング動画ではちょっと合わないかなって思う。黒縁ガラスフィルムってカメラコントロール表示に干渉しませんか？黒縁ガラスカメラコントロール表示。側面のやつね。若干干渉するのもあるし、干渉しないのもある。メーカーによるトーラスのやつはね、ほぼほぼしない。レンズカバー取れな、そう。16位以下エア買うならエアじゃない？値段次第だけど。16位いくらだっけ？めっちゃ安い。10万とか ?10 万切ってたっけ？だったらまあありかもしれないけど。最近ゲームやらが重く2頃。全ゼロとか、確かにね。原子も何ギガ使われ ?50 とか使わない。確か。違う。40ぐらいか。確かにね。重量級ゲーム使ったら、何個か入れたら128とかすぐ埋まるもんね。そう、17プロ逆になってるらしい。全然気づかんかった。さっき言われるまで。最新機種がなくなっちゃった？買えば。もう一回買えばいい。つやさん、今来ました。今終わっちゃう。やべえ、もう11時半じゃん。30分だけやる予定が。もう配信やるとあっという間。ちょっとこれから動画編集もしなきゃ。風呂も入んなきゃいけない。ご飯も食べなきゃ。お腹すいた。
今日の配信であれ食べればよかった。ペヤングの松茸味800円。噂で聞いたけど iPhone で RAM8GB は Android でいうところの 12GB あるらしいよ。ああ、まあでも、ニュアンスはわかる気がする。そんな感じはあるわ。ラビットレギットみたいなやつか。YouTube してなくても17プロもあり。まあ、望遠使いたいんだったらありじゃない。あとゲームめっちゃやってたり。プロキャンしたっていい？いや、今、顔油ギッシュなんで。99,800円か。まあ、16円もありだね。カメラコントロールカバーっておすすめとかありますか？いや、カメラコントロールカバーがついてるケースの方がいいよ。まだ食べてないの？食べてないな。昼食べて、今日1食しか食べてないわ。あやつ26バグが多いって本当ですか？いや、俺は全然感じてないな。あ、でもなんか1個あったな。なんか1個あったけど忘れちゃった。そんな致命的なバグはないね。そう、800円のペヤング。次は早め、ぜひ。まあ、今日始まるの遅かったからね。あ、皆さんね、ぜひ、チャンネル登録だけじゃなくて、ベルマークボタンを押して、すべてにしといてください。通知が来るように。もうこれ必須なんで。ライブ配信さ、全然気づかんから。でしかもさ、YouTube の通知って、音鳴らないよね。テロリンって。Android は鳴るんだけど、iPhone は鳴らんから。まあ、通知をね、ぜひ受け取れるようにしてください。そう。800円のやつ買った。アプローチおすすめバンドはミラネーゼループ一択。公式では今まで通り右がスピーカーになってます。じゃあ、作り方間違っちゃったんかもな。あ、ごちゃんみたいなやつなんだ。17おすすめです。18待たないでいいです。遅くなる。やばい。食べなきゃ。ということで、してます。通知ナイス。ということでね、ぜひ皆さんグッドボタンもお願いします。あと今日はiPhone Air のカラーレビュー。そう、カラーレビュー動画をね、ショートでもう全部3つ出したんで、ぜひ色気になる人はそちらを見てください。これアーカイブ残るんで、ぜひ、寝る人はね、この配信を見ながら寝てください。見ながらっていうか聞きながら寝てください。字幕とね、目次もつけとくんで、まあ30分後ぐらいにつけられると思うんで、まあそれを見て、自分の興味あるところだけ見ても OK です。アイリスオーヤマの洗濯機、今使ってるよ、ドラム式。iPhone も YouTube の、そうなんだ。低血糖1回起こしたことあんな、昔。いつだったか覚えてないけど、なんか1回あった気がする。AirPods Pro 3のケース、ESR、でもどうだろうね。ちょっと ESR のやつ多分明日レビュー動画出すと思う。ということで皆さん、おやすみなさい。また明日、できたらやる予定なんで、明日はね、ちょっと外行ってカメラとか、5G とか、その辺も検証したいと思ってます。ということで皆さん、おやすみ。